川で取れる天然うなぎはなぜみんなオスか。なぜ川で取れる天然うなぎがオスばかりかということだが、うなぎはオスメス同体で成長するに従ってオスになったりメスになったりする。で、川にいるときはオスの生殖腺が発達するのです。成長して海に戻るとメスの生殖腺が発達してメスに変わる。メスになったうなぎが深海で産卵するのである。鳥は犬や猫のように小便をしない。どうなっているか。糞と一緒に出すからである。と言っても鳥の糞は固形で小便が混入しているようには見えない。それを理解するには尿とは何かを知らなくてはならない。動物は人間も含め血液中の老廃物であるアンモニアを尿素に変え水分に含ませ膀胱に尿として溜めて排出する。これに対し鳥は飛ぶのに身軽なように水をあまり飲まなくていい体になっている。だから尿はたまらない。しかし血液中の老廃物は排泄しなくてはならないのでアンモニアを尿酸に変え糞と一緒に出すのである。鳥の糞を観察すると白い部分と黒っぽい部分があるが、白い部分が尿酸の塊、つまり小便である。スポーツの試合でよく聞く天王山はどこの山か。優勝候補が競り合っているとき、今日が天王山と言っていいでしょうとアナウンサーが口にする。天王山は京都と大阪の間にある270メートルの平凡な山だが、1582年、豊臣秀吉と明智光秀が戦った山崎の合戦で両軍が対峙したことで有名になった。この地を先に制した方が戦線有利ということで、激しく戦われ結局秀吉の手に。これが天下分け目となったことから、勝負ごとの決戦や運命の分かれ目という時に使われる。子供の目はなぜ澄んでいるか。子供の目がなぜ澄んでいるかは、大人の目がなぜ濁っているかを考えた方が早い。目覚めている間は目を使い続けているので、大人の目は酷使されている。長い間には大気や紫外線にさらされ、白目が汚れてくる。汚れの主なものは色素が沈着したり、血管が侵入してきたりした結果だ。汚れてくると澄んだ子供の目に比べてどんよりして見える。白目と黒目の境目もはっきりしない。瞳も小さくなる。それが濁った印象になるのだ。年を取るとなぜ老人の声になってしまうか。年を取れば目も歯も足も体のいろんな箇所が一緒に年を取るのだから、声だけ年を取らないというのは逆におかしい。声帯もやはり年を取る。年齢とともに声帯の筋肉にシワができ、若い時のように均一ではなくなる。すると声の周波数にノイズが混ざり、だんだんひどくなると老人特有のしわがれ声になるのだ。豆腐は新鮮なのになぜ豆が腐るか。我々が知っている漢字の知識で考えると、豆を腐らせたものが豆腐なのかと思ってしまいそうだが、
そうではない。腐るには、腐るということの他に、ぷよぷよで柔らかいという意味がある。古代中国の唐の時代に考えられた食品でありますが、日本で広く食べられるようになったのは室町時代以降であります。なぜ腐っても鯛か。本物と言われるのは落ちぶれても値打ちがあるというのが腐っても鯛の意味だが、その背景には献上品として鯛が優れていたものであったことが挙げられる。めでたいの鯛に通じるだけでなく、他の魚に比べ日持ちがいいのである。なぜなら鯛は海の深いところに生息しているので、強い水圧で身が引き締まっており、そのため腐りにくい。だから冷蔵技術がなかった昔は献上贈答品として重宝された。なぜ西表島の西を入りと読むか。太陽が東から上がることを日の出、西に沈むことを日の出入りというのは全国共通である。沖縄地方ではこのことから東を上がりと読み、西を入りと読む。だから西表島は入表島である。特別天然記念物のカンムリワシ、西表ヤマネコがいることで知られる島だ。なぜ匙を投げることが諦めることになるか。匙、スプーンを投げると、なぜ諦めることになるのかと不思議に思わないだろうか。しかし、この匙はスプーンではなくて、昔医者が薬を調合するときに使った薬さじである。つまり、どんないい薬を調合しても治る見込みがない病気を医者が見立て、ついに匙を投げたのである。この医学用語が一般でも使われるようになった。徳川時代の将軍は私的な時間は何をしていたか。昔は早寝早起きだったから、徳川将軍も朝5時頃には起床していた。歯を磨き、洗面した後、袴をつけて先祖代々の位牌を拝んだ。それから朝の膳についた。料理はご飯、味噌汁、野菜の煮物、吸い物、魚など、食事が終わると髪を整え、その後、昼までは好きなことをして過ごした。読書、剣術、絵を描くこともあった。政務は午後からである。除夜の鐘はなぜ108つつくか。人間の煩悩は108つあり、それを突き出して新しい年を迎えようというのが除夜の鐘である。すなわち煩悩が生じるのは目、耳、鼻、舌、体、胃の6根であるからで、6根はそれぞれ良い、普通、悪い、楽しい、苦しい、何もないの6通りを感じる。これで36だが、そのそれぞれに過去、現在、未来の3通りがあり、合計108つとなる。江戸時代の農民は文字が読めたか、読めなかったか。
安藤広重の東海道五十三次の日本橋を見ると、何やら文字の書いてある縦看板を読んでいるのは農民たちである。江戸時代、読み書きを教える寺子屋はたくさんあった。学んだのは農民、町民だ。農民が自分で書いた届けや証文もたくさん残っている。なぜ縁起を担ぐことを験を担ぐというか。勝負の世界では験を担ぐ人は結構多い。この験という言葉はもともと敵や仲間で言っていた縁起のこと。それがなぜ験になったかというと、江戸時代京都や大阪で縁起のことを逆に読んで義縁と言っていたから。それが早口でギュンとなり、さらになまって詰まって弦となったのである。裁判官はなぜ黒い衣装をまとっているか。裁判員制度が始まって裁判官の姿をテレビでよく見かける。女性裁判官も珍しくないが、男女を問わず全員黒い衣装を身にまとっている。これは法服といい、最高裁判所規則で裁判官の制服とされている。だから全員が着用しているわけだ。なぜ黒かというと、どんな色にも染まらない、どんな意見にも左右されないという意味だそうである。葬式に参列した後、なぜ体に塩を振りかけるか。厄払いのみそぎの代わりである。汚れを落とすためのみそぎは本来は海に入って行うもの。しかし内陸部では海に入ることができない。そこで塩で代用したが、それが慣習化した。なぜ山に登ったとき、ヤッホーと言うか。ヨーロッパアルプスの登山家がドイツ語のヨッホーという掛け声を口にしていた。昭和の初めにそれが日本に伝わり、ヨッホーがヤッホーになった。ちなみにドイツ語で J はヤ行、日本はジャパンでヤーパンである。南極では風邪をひかない。極寒なのになぜか。南極観測基地は寒いから油断するとすぐ風邪をひくのではないかと思えるが、実際は人口密集地域から遠く離れているので風邪のばい菌がやってこない。だからひかない。ところで同じ極地の南極と北極、どちらが寒いかというと、南極の最低気温はマイナス60度、北極はマイナス40度だから、南極の方が寒い。5月5日の端午の節句になぜ菖蒲湯に入るか。5月5日の菖蒲湯の風習が今も続いているのは、菖蒲を湯に入れるとすがすがしい香りがするからであろう。菖蒲はこの強い香りのおかげで虫がつかず、そのことから幸いを払う力があるとされる。昔は薬草として腹痛、虫下し、打撲などの治療に使われた。座席にカバンを置くとなぜ確保したことになるか。人は誰でも縄張りを持っている。一番強いのは夫婦や家族。
配偶者の浮気や子供の教育に口出しされると強く反発する。次は移住空間や行きつけの飲み屋。ここを侵されると相手を追い出そうとする。3番目は公的縄張りで一時的に座った座席、お花見の陣取りなど。これは先着順という暗黙の了解があるので、カバンや服で確保できるわけだ。ダメになることをなぜおじゃんになるというか。昔は火事の時、火の見櫓の半鐘、小さい釣り鐘を打ち鳴らして皆に知らせた。そして鎮火後もゆっくり半鐘をジャーンジャーンと打った。そこから終わったことをおじゃーんになると言い、転化してダメになることもおじゃんになると言った。カブは原産地の中国では食べ物ではない。では何のために植えるか。京都の聖護院や鹿児島の桜島大根に代表されるカブは、千枚漬けなどにして日本人は美味しく食べているが、原産地の中国では食べ物ではない。荒れ地に種をまき、大きくなったらそのまま書き込んで、土地を肥やすために使ってきた。人間の食べ物ではなかった。日本人は昔から渡米植物を改良し、美味しく食べているが、カブもその一つである。なぜサボテンは水をやらなくても大丈夫か。植物が水分をたくさん必要とするのは、葉が蒸発させているからである。蒸発させて吸い上げ、高い樹木でもてっぺんまで水が供給される。サボテンが水なしで大丈夫なのは、水分を蒸発させる葉がないからで、水のない土地でも太い幹に水を蓄えて生き長えれる。見かけは異なっても植物として生態は同じ。季節が来れば花が咲き、実がなる。公園に生えてある京竹桃は恐ろしい。なぜか。街路樹や公園でよく見かける京竹桃は枝を折ると白色の乳液が出る。この乳液は昔は強心剤や利尿剤として使用されていた。薬になるということは量が多ければ毒にもなるということだ。馬が葉を大量に食べて死んだこともある。西洋ではフォークにして死者が出たという例もある。植物毒の中では非常に強力な部類に入る猛毒。燃やした煙にも毒がある。公園で遊ぶ子供には教えておきたい。日本の山はなぜ深い森に覆われているか。日本の山がハゲ山でない最大の理由は、農業と漁業が中心で牧畜が盛んになることがなかったからである。家畜は樹木のわかめ、葉、樹皮、種子を食べるので、一旦森が伐採されると、樹木は早い段階で食い荒らされ再生できなくなる。また日本の山は傾斜がきつく、畑を作りにくい。森や山を崇める信仰があり、さらに降水量も抜群に多い。日本の森林面積の比率はアマゾンのジャングル地帯と同じだ。
日本は森の国なのである。清流といえば四国の四万十川。なぜか。高知県西部を流れる四万十川は川幅が広く、砂礫の多い川として昔から知られている。柿田川、長良川とともに日本三大清流の一つとされている。水がきれいなのは細かい砂礫で浄化され続けているからだが、上流にダムなど人工施設がないことも大きい。昔からの生態系がそのまま残り、アユ、ゴリ、モズクガニをはじめとする生物が元気だ。生まれたての地球には酸素がなかった。46億年前、直径 10km ぐらいの微惑星がどんどん衝突し、成長して地球ができたが、その時の衝撃で軽い気体が蒸発し大気になった。その成分は水蒸気、二酸化炭素、窒素、塩酸ガスなど。その大気の中には酸素は含まれていなかった。アリが巣の出入り口を塞ぐと大雨が降る。なぜか。天気予報がなかった昔の人は、身の回りの変化を敏感に捉え、天気を予測していた。例えば夕明けの翌日は晴れ、月が笠をかぶると雨。その一つにアリが巣穴の出入り口を塞ぐと大雨というのがある。アリは触覚や体毛などのセンサーで敏感に気圧や湿度の変化を感じ取る。雨を察知したアリは水が侵入しないよう出入り口を塞ぐのだ。雲は空中を飛ぶことができる。羽がないのになぜか。羽がなければ飛べないとは決められない。雲は卵からかえると蜘蛛の子を散らすように何百匹もの子雲が出てくるが、同じところにいたのでは餌の取り合いとなって生きてはいけない。そこで高いところに登り、尻を天に向けて糸を出し、風に乗ってタンポポの種のように仲間のいない遠くに飛んでいくのである。ヤモリがガラスの上を歩けるのはなぜか。都会ではあまり見かけなくなったヤモリだが、田舎では夜になると餌の小昆虫を求めて天井やガラス戸、門灯などをツツツツと張っている。ツルツルのガラスや門灯の表面を歩き回ることができるのは、足に吸盤がついているからではなく、足の指裏に微小な細かい毛がたくさん生えており、それを引っ掛けている。ガラスの表面はツルツルに見えるが、顕微鏡で見るとゴツゴツ引っかかりがたくさんあるのだ。なぜ水たまりにアメンボがいるか。どうやって来たか。田舎道の水たまりにはよくアメンボがいる。水たまりだから周囲は土だが、このアメンボ、どこからやってきたのだろうか。田舎道で見かけるのはほとんど羽のある波アメンボで、光る水面をめがけ大きな蚊のような格好で飛んでくる。アメンボは飴の匂いがするからアメンボという名前になった。
なぜエビはおがくずの中で長時間生きているか。おがくずに埋められて運ばれてくる伊勢エビや車エビが長時間を経過しても元気なのは、おがくずに含まれている水分を取り入れ、酸素を補給しているからである。エビは殻の隙間と足から水を吸い、水中の酸素を補給するが、湿ったおがくずの中にいれば、体についている水やエラの周囲についた水がそのまま保たれるので、どうにか補給することができる。じっとしているだけだから生き延びることができる。川魚は淡水で生きているのに、なぜ海水魚は死んでしまうか。海水魚はいつも海水の中にいるので、海水をいくら飲んでも体の中の塩分が濃くなりすぎないよう調節する機能が備わっている。取り込んだ塩分を体外にどんどん逃がしているのだ。この機能は淡水に入れてもそのまま働くので、どんどん塩分を逃がし、ついには塩分不足となって死んでしまう。鮭やウナギのように海から川に遡上しても平気な魚もいるが、これは海から川に入って成長していくうちに淡水魚に変わってしまうのである。休まず泳ぎ続けるカツオやマグロは不眠不休か。魚も眠るのかどうかだが、かつて魚博士がメダカを使って動きが止まるたびにベルで脅かす実験をしたところ、最後にはフラフラになったという。魚はまぶたがないので眠っているかどうか見分けにくいが、人間と同じくやはり睡眠は必要なのである。カツオやマグロは一時も休まずに泳ぎ続けるが、それでも泳ぎながらちゃんと眠っていることが確認されている。休息もしている。アサリやハマグリは海底をどうやって移動するか。足を使って歩く。開いた2枚の貝殻を勢いよく閉じ、その水の勢いで移動するのではないかと推測されるが、そうではない。足がある。吸い物のアサリやハマグリを開くと、2本の管とベロのような部分がある。管は海水を吸い込んで酸素や餌を取り、もう一方から吐き出す。そして残るベロのような部分が足である。これを突き立てて海底を移動する。鮭はなぜ川を遡上して産卵するか。海を泳ぐ鮭は川を遡上して湧き水のあるところに産卵する。淡水は海水に比べ酸素量が多く、しかも湧き水は酸素がさらに豊富なので、卵には好都合なのだ。また、鮭が産卵するのは晩秋だが、この時期になると水温が低く、他の川魚の動きが鈍くなるので、稚魚の敵が少なく安全である。そして他の魚が動き出す前に、稚魚は海に向かって泳ぎ出す。猫は年寄りが好き。なぜか。犬にとって飼い主は主人だが、猫にとっては仲間である。仲間だから自分に近い存在の方がとっつきやすい。人間の男と女では、太く低い男性の声より
高く細い女性の声の方が高音域がよく聞こえる猫には心地よい。また男性に比べ女性はおおむね物静かだから毎日14時間以上を寝て過ごす猫には都合がいい。子供と年寄りでは年寄りがいい。子供はうるさくて猫にとって一番嫌な人種なんです。うさぎに水を飲ませると死ぬは本当か？間違いだ。うさぎも他の動物と同じで、生きるためには水分が必要。1日に 250cc くらい補給しなくてはならない。ただうさぎは草や野菜を食べるので大量の水を与える必要はない。与えすぎると人間と同じで下痢をする。しかし出産後はいつもよりたくさん必要で、少ないと赤ちゃんうさぎを食い殺すこともある。野うさぎはなぜ耳を立てたまま逃げるか。野うさぎが全力疾走するスピードは時速 70km、時速 40km のキリンより速い。ただ不思議なのは、敵の目印になる耳をピーンと立てたまま走ることだ。空気抵抗を受けるだろう。その理由は全力疾走によって急上昇する体温を耳から放熱しているのである。人間が汗をかき、犬が舌をだらりと垂らすように、うさぎは耳を風に切らせて放熱する。熱は上に行くのでピーンと立てている方がよく冷える。馬小屋はなぜいつも水洗いしてあるか。サラブレッドのドキュメンタリー映像を見ていると、馬の飼育係が馬小屋を水洗いしている場面がよく映し出される。なぜいつも神経質なくらい水洗いするのだろうか。それは馬のひづめはアルカリ度の強いアンモニアに弱いので、糞や尿にまみれると腐ってしまうからである。ひづめは人間の髪の毛や爪と同じケラチンという高タンパク質。1年に1センチメートルくらい伸びる。ひづめがやられると馬は立っていられなくなる。森林浴はなぜ健康にいいか。森といっても木の種類によって違いがあるが、杉やヒノキなど低地の森林には芳香物質がたくさん含まれている。ヨーロッパの森もヒマラヤ杉やモミの木などでやはりテンベル系の芳香物質が濃い。このいい香りのする森には殺菌作用があり、それがフィトンチッド効果である。森林浴をするとフィトンチッド効果で免疫力が強化されるだけでなく、日頃のストレス解消にも効果大だ。広い範囲を歩くとなおいい。非常に似ていることを瓜二つというが、なぜ瓜か。瓜でなくてもきゅうりでもナスでもかぼちゃでもいいように思えるのに、なぜ瓜かということだが、その理由は瓜を半分に切るとわかる。完全な左右対称である。瓜といってもこの瓜は奈良漬けなどに使う白瓜だ。きゅうり、ヘチマ、ナス、かぼちゃなどは半分にすると
わかるが、完全な左右対称ではない。野菜や果物の中で完全な左右対称は白瓜だけである。昔の街灯の街路樹は今と違って柿や梨だった。なぜか。街路樹といえばプラタナスやイチョウが思い浮かぶ。これらは排気ガスに強く、成長も早いから全国的に採用されている。で、昔の街灯沿いの街路樹といえば、日光街道の杉や東海道の松が有名だが、それ以外の多くの街灯に植えられていたのは、柿や梨など実のなる木だった。昔の旅は凸凹の山道を歩いたので、疲れた旅人がその下で休憩し、実を食べられる果樹が植えられていた。街路樹の下は休憩所であり、仮眠所、食堂だったのだ。精進料理でなぜニラ、ニンニクはダメか。精進料理は肉や魚、卵など生臭いものは使わず、野菜や豆などの植物を素材にして作る。が、ニンニク、ニラ、ラッキョウ、ネギ、ノビル、生姜の6つはダメ。なぜならこれらには競争作用があり、煩悩の原因となるからだ。修行の妨げになる。見えないようにハエたたきを持っているのに、ハエは逃げる。なぜか。ハエに限らず、ゴキブリや他の多くの昆虫も叩こうとすると逃げ出す。それはハエたたきを見たからではなく、空気の微妙な動きを感知したからである。だから、ガラス容器に入れ、密封しておくと、外から手を近づけても逃げない。が、容器に管をつけ、空気を入れるとすぐに飛び立つ。ハエは大腸菌のほか、ポリオウイルス、赤痢菌、サルモネラ菌などを媒介する害虫である。叩き殺してよい。マムシはヘビなのに、なぜ卵を産まず子ヘビを産むか。卵胎生だからである。卵胎生とは、動物のメスが卵を体内で孵化させ、子供を産む繁殖の仕方で、ピレネー山脈のコモチカナヘビ、中国の水ヘビなど、ヘビの仲間では珍しくない。魚類にもシーラカンス、カサゴ、メバル、サメやエイなどの一部に卵胎生がいる。夏に妊娠したマムシは、初秋に数匹の子ヘビを産む。妊娠中のメスは、カルシウムを体内に作るため、日光浴をするが、この時、人と遭遇して噛みつくことがある。毒ヘビだ。凶暴なスズメバチを飲み込んだヒキガエルは、その後どう行動するか。カエルの顔には大きな目がついているので、飛んでいる昆虫がよく見えるように思えるが、それほどでもない。だから食べていい虫か
食べてはいけない虫か区別がつかず、危険で凶暴なスズメバチでも舌で捕まえ飲み込んでしまう。当然スズメバチは暴れる。するとヒキガエルはすぐに胃袋を口から吐き出し、危険な虫を追っ払うのだ。吐き出した胃袋は飲み込めば元通りになる。他のカエルも同じような行動に出る。タツノオトシゴはなぜオスから生まれるか。水族館の水槽でしか見たことはないだろうが、恐竜のような姿形のタツノオトシゴという魚がいる。この魚は他の魚と違って卵から生まれてくるのではなく、同じ姿形の小さな子供が親のお腹から出てくる。しかもそのお腹はオスのお腹である。なぜだろうか。答えを言うと、オスのお腹というのは保育袋で、メスがその中に産卵し、オスが育てるのである。袋の中の稚魚が大きくなると、オスは一匹ずつ送り出すのだ。コアラの子供はなぜ母親の糞を食べるか。本当か。有袋類のコアラは母親の袋で子供を育てるが、ユニークなのは母親の肛門から出てくるバップと呼ばれる離乳食を食べること。その様子から母親の糞を食べると誤解される。コアラの主食であるユーカリの葉には毒が含まれており、2メートルに及ぶ盲腸で発酵させ、毒素を分解している。母親はこの発酵させ、無毒になったユーカリの葉からバップを作り、肛門から出して子供に食べさせている。糞ではない。眠くなると、なぜ赤ん坊の手足は暖かくなるか。赤ん坊に限らず、人間の体は目覚めているときは交感神経の働きで血管が収縮しており、眠っているときは交感神経が働かないので開いている。血管が開くと放熱が始まるので手足は暖かくなる。手足は外気に触れているので体温が低いのが普通だが、眠くなるとそれと分かるほど暖かくなるので、赤ん坊や子供は手足に触ってみるとすぐに眠いと分かる。朝日は眩しいのになぜ夕日は眩しくないか。天気が良ければ朝日も夕日も同じ明るさだから、どちらかがより強烈で眩しいということはない。となると目の方の問題になる。朝日は夜の暗さに対応すべく瞳孔が開けた目に光が飛び込んでくるので刺激が強い。だから眩しい。夕日は昼間の明るさに対応すべく小さくなっている瞳孔に光が飛び込んでくるので、真っ赤な太陽に見とれていても眩しくはないのである。瞳が黒く見えるのは黒色だからではない。なぜか。
目は黒目と呼ばれる瞳、その周りの虹彩、その外の白目の三つが外から見える部分だ。瞳が黒く見えるのは黒いからではない。実際は透明だが、中に入った光が吸収され、光が出てこないから黒く見える。黒い目、茶色い目、青い目は虹彩に含まれているメラニン色素の量によって決まる。色素が多ければ黒、少なくなると茶、もっと少ないと青や青緑となる。東洋人は色素が多いので黒か茶。欧米人は色素が少なく青や青緑だ。女性の方がなぜストレスに強いか。立場上職場ストレスの被害は女性の方に多いが、ダメージは男性の方が強く受ける。失恋によるストレスでも女性は仕方ないと気分転換できるが、男性は簡単には立ち直れない。猿の実験でも同じ刺激に対しメスは平気でもオスは胃潰瘍になった。女性ホルモンには血管を広げる作用があるので、胃潰瘍などストレス病から守られている。これに対し男性ホルモンは充血させる作用があるので、ますますストレス病に弱い。なぜ年を取ると昔のことしか思い出せなくなるか。人の記憶力には保持力、記名力、想起力の3つの能力がある。保持力は覚え続ける能力、記名力は新たに覚える能力、想起力は覚えていることを取り出す能力だ。若い間は脳の元気がいいので3つとも活発に働いているが、年を取ると記名力と想起力が急速に衰える。残る能力は保持力だから、昔のことはよく覚えているのである。大箱はなぜ人に踏まれやすい場所に生えているか。子供の頃、茎で草相撲をして遊んだ大箱は、道端や広場など人が踏みつけ他の野草が生えない場所に群生している。なぜかというと、もともと茎に高く伸びる性質がないので、他の野草が生い茂るところでは日陰に押しやられ生存競争に勝てないからである。また、穂についた種は靴の裏やズボンの袖について他の場所に運ばれて繁殖するので、人通りが多い方が都合がいい。日本の川はなぜいつも豊かな水が流れているか。少々雨が降らなくてもダムの水量が減らないのは、ダムの奥に広がる森に保水力があるからである。よく茂った森なら1時間 250mm といった大雨でもそのすべてを吸い込んで保水する。そして森に染み込んだ水はちょろちょろゆっくり川に流れ出すので、その後雨が降らなくても川の水は絶えない。森の土は葉っぱが累積した腐葉土なので、2メートル以上あるこの層の葉と葉の間に
水は蓄えられるのである。森が伐採されると、この層も消失し、保水力はなくなる。ちょっとした出血を簡単に止めるにはどうすればいいか。ちょっとした切り傷でもなかなか血が止まらない。こんな時は温める。血液の中に含まれる血小板は温めると活動的になる。血液の中に含まれるタンパク質も温めることで凝固する性質を持っているので、早く出血を止めることができる。熱すぎない程度の蒸しタオルでしばらく覆うのである。あまりにも出血が多い場合は、傷口を圧迫して病院へ行きましょう。ラムネを口の中に入れたときにスーッとする感じはなぜか。ラムネ菓子は砂糖の代わりにブドウ糖の粒子を入れます。ブドウ糖は砂糖と違って口どけが良く、溶けるときに熱を奪うことで涼しく感じるからです。同じメーカーのビールなら、瓶でも缶でも中身は同じだが、味が違うのはなぜか。基本的には味は同じですが、缶に口をつけて飲むときは、グラスなどに継ぐときと比べて炭酸ガスが逃げないので、舌を刺激するようなガス圧を強く感じるようです。口に触れたときに柔らかな感触がある、泡がないことも味が違うと感じる理由である。ビールはジョッキやグラスに継ぐと液体中の炭酸ガスが適度に逃げて泡ができます。この泡が口に触れたときに柔らかな感覚を与えるんです。それで瓶と缶で味が違うんです。ワッショイがソイヤに変化した理由。江戸っ子がみこしを担ぐ掛け声は古くはワッショイだったが、1960年代後半から70年代前半にかけてソイヤに変化してきた。その理由としては、都心の空洞化で担ぎ手が減少し、外部の愛好家に頼るようになったことが挙げられている。また、二拍手のワッショイでは、みこしが揺れてなかなか前に進まないことも原因と考えられている。日本人女性の20人に1人は乳首が2つ以上ある。人間の乳房は1対2個だけが発育し、哺乳類なら本来あるはずの他の乳房は通常胎児期に消失していきます。だが中にはその名残が女性ホルモンの分泌が増える思春期や妊娠時に目立ってくることがあり、これを腹乳と呼びます。乳腺だけの場合や乳頭だけの場合、その両方が存在する場合がありますが、多くは脇の下や乳房の下内側に見られます。腹乳は黄色人種に多いとされ、日本人女性の約 5%、20人に1人は腹乳を持っているそうです。牛肉の A5 ランクは味を保証しているわけではない。牛肉の格付けは皮や内臓を取り除いた後に残る食べられる部分の肉量を A から C の3段階で脂肪量や肉の色などから肉質を1から5の5段階で評価する。しかし、この格付けには味の評価が存在しない。つまり、
たとえ最上級のA5ランクの肉でも実際に食べて美味しいとは限らないのである。残念なことに生産された3分の1の食料は捨てられている。日本人初のサンタクロースはお姫様姿だった。明治時代、東京築地には外国人遺留地が置かれていた。その遺留地で1874年、クリスチャンの実業家である原種明により、遺留地内の教会で日本人が主催した最初のクリスマス会が開かれた。このクリスマス会には日本初のサンタクロースも登場した。現在のサンタクロースは真っ赤な服に白いあごひげというのが定番だが、その時のサンタクロースは純和風。紙紐をつけ、大小の刀を刺し、ちょんまげのかつらをかぶった殿様姿だったそうである。どんと焼きのどんととは何のこと？ 1 月15日は小正月と言われ、地域によっては正月飾りや書き初めなどを燃やす伝統行事、どんと焼きが行われる。少し不思議なその名前の由来としては、火を燃やすときに、とうとう生やし立てたものがなまったという説。どんどん燃える様子から付けられたという説などがある。数字の7がラッキーナンバーになったわけ。数字の7を縁起が良いとするルーツは紀元前2世紀まで遡る。旧約聖書による神は7日間で天地万物を創造したという記述から7は完全という意味を持つようになり、さらに聖約聖書では神聖視され幸運を招く数字になったという。1885年に行われたアメリカメジャーリーグの試合が起源という説もある。優勝をかけた大事な試合でホワイトストッキングスの選手が7回に打ち上げたフライが強風に煽られてホームランになった結果、チームが優勝した。ここからラッキーセブンという言葉が流行したそうだ。ビル入り口などで見かける定礎と書かれた石板の正体とは？ビルやマンションの入り口付近で定礎と書かれた石板を目にしたことはないだろうか。これは定礎石と呼ばれ、西洋建築のコーナーストーンに由来する。建物の基準となる礎、柱を受ける石の位置を決め、建築を正確に行うために置かれるもので、日本では西洋式建築物が伝わった明治時代に始まったと言われる。位置は基本的に東南の角とされていましたが、今では正面玄関近くに設置するのが一般的。定礎の奥には発注者や施工者名を記した板のほか、建築当時を偲ぶものが入ったタイムカプセルのような箱、定礎箱が埋められているんです。結婚指輪は給料3ヶ月分と決めたのはデビアス社。結婚指輪は給料3ヶ月分。これはある種の決まり事のように思われていますが、ゼクシー
結婚トレンド調査によると、結婚指輪の購入金額は2人分で20万円から25万円未満が 29.2% で最も多く、平均は 25.4 万円だったといいます。月収3ヶ月分には到底満たない数字だ。では一体誰が給料3ヶ月分と決めたのか。実はこれ、1970年代にダイヤモンドで有名なデビアス社が結婚の指輪の販売促進のために使い始めたキャッチフレーズだったんです。高度経済成長時代が終わりつつあった日本で、このキャンペーンは大成功を収め、結婚指輪は給料3ヶ月分という既成概念が定着したのである。お坊さんは眠気覚ましのために木魚を叩く。お坊さんはお経を唱えるときに木魚を叩く。ではなぜ木魚なのか。その理由には諸説あるが、最も有力なのが眠気覚ましのために必要だったという説だ。木魚は昔、本物の魚をかたどった平べったい形をしていて、何かを知らせるときに音を出す道具として用いられていた。これには昼夜目を開けて過ごす魚のように、怠けず修行に励めという意味が込められていたという。紅葉を眺めるだけなのになぜもみじ狩りなのか。古くから桜狩り、潮干狩り、蛍狩り、キノコ狩りなど自然の中で季節の花や植物を求め、その美しさを鑑賞することを〇〇狩りと言いました。これは獲物を追う狩猟になぞらえた表現である。紅葉見物を表す紅葉狩りの歴史は古く、7世紀頃には宮廷や貴族たちの間で優雅な遊びとして始まったと言われる。その後、江戸時代になると庶民の間にも広がり、行楽行事として定着していった。トイレの神様は本当に存在する。トイレの神様というと、歌手の上村かなさんが作詞作曲し大ヒットしたことで知られている楽曲だ。この曲の歌詞には、トイレには綺麗な女神様がいるとあるが、実際にトイレの神様は存在する。臼様明王という神様で、真言宗や禅宗ではトイレのことを通すというが、この守護神として祀られているのだ。ホテルのキャンセル率はクリスマスイブに跳ね上がる。日本では恋人たちのロマンチックな一日となっているクリスマスイブ。聖なる夜を一緒に過ごそうと、ホテルには早い時期からイブ予約が殺到する。ところが、このクリスマスイブが1年で特にキャンセルが多いという。通常は1割程度のキャンセル率が、この日はなんと3、4割に跳ね上がるそうだ。恋人と破局してしまったのか、はたまた勇み足で予約したものの恋が進展しなかった
たのか。理由はそれぞれだが、満室で予約を諦めた人は、当日キャンセルを狙ってみるのも一つの手かもしれない。男女が温泉などで混浴できる年齢は何歳までか。銭湯などでは幼い男の子を女湯に入れるなど、子供が親と入浴する姿をよく見かける。男女が混浴できる年齢は各都道府県の条例で定められておりますが、自治体で大きな幅がある。例えば、京都府は7歳以上、東京都は10歳以上、北海道は12歳以上が混浴を禁止されている。年を取るのは誕生日前日の24時である。誕生日は生まれた日に祝うものだが、年齢計算に関する法律によると、年齢が一切加算されるのは誕生日前日の24時である。そのため、例えば3月1日生まれの人は2月28日、うるう年の場合は29日の午後12時に年を取ることになる。ピンク色にいやらしいイメージを持つのは日本人だけ。色に対するイメージは国によって大きく異なっている。例えば、エッチな色と聞いて日本人がイメージするのはピンクだが、ピンクにいやらしい意味が含まれていると感じるのは日本人だけらしい。例えば、英語圏ではアダルト映画をブルーフィルムと呼ぶように、ブルー、青がエッチなイメージである。他にもスペインはグリーン、緑、中国はイエロー、黄色のように国や地域によって大きく異なるのだ。自衛隊にはイケメンが採用条件の部隊がある。自衛隊には見た目が採用条件になっている部隊が存在する。それが国賓などの来客時、日本の敬意を表す儀式、特別儀仗を担当する陸上自衛隊第302保安警務中隊、世界に報道される重要な儀式とあって、同部隊には身長、体重の条件はもちろん、容姿端麗なイケメンであることも採用条件となる。トイレの立ち小便器に女性用があった。1964年、東京オリンピックが開催された国立競技場などに設置され、当時話題となったのが女性用立ち小便器、サニスタンドだ。ただし、実際には男女兼用で、男性は便器の方向、女性は便器に背を向け、立ったままの姿勢で使用する。しかし、女性が立ったままで用を足すことへの抵抗感は強かったようで、一般に普及することはなかったそうだ。トイレで用を足した後には、
トイレットペーパーは三角折りにしない方がいい。トイレットペーパーの三角折りは清掃員が清掃完了の合図として行う場合がある。しかし清潔な印象を与えようと用を足した後にこの三角折りをするのは避けた方がいい。手を洗う前に触れるとかえって不衛生で感染症のリスクも増えてしまうからだ。カステラはもともとおかずとして食べられていた。カステラは室町時代の終わり頃、ポルトガル人によって日本に伝えられたお菓子である。ところが江戸時代になると、カステラは今ほど甘くなかったこともあって、吸い物の具に使ったり、大根おろしやわさびを添えて酒の魚にしたりとおかずとして扱われた。なお今のような味わいになったのは明治時代になってからとされている。マカロンは1000年前から存在していた。とてもおしゃれで近代的に見えるマカロンですが、実は1000年も前からすでに存在していたそうなんです。マカロンという食べ物の発祥は諸説あり、イタリアが発祥となった説やフランスが発祥となった説も存在しています。現代の日本で食べられているマカロンはフランスで誕生したパリ風マカロンであり、正式名称はマカロンムーなんです。マカロンは卵白に砂糖、アーモンドプードルなどを加えて焼き上げた洋菓子です。マリトッツォとは何？マリトッツォとはイタリアのローマを州都とするラチオ州発祥とされている伝統的なお菓子、デザートです。パン類になります。ふんわりとした食感のブリオッシュ生地に生クリームを挟んだお菓子です。イタリアではカフェでの朝食として食べられたり、お菓子店で買うのが一般的です。伝統的なマリトッツォでは、松の実、ぶどう、オレンジピールなども加えられます。このお菓子は男性から女性に贈られ、プレゼントされた花嫁たちは贈った人をマリトッツォと呼んでいました。また、お菓子の中には愛する人への贈り物として指輪や小さな宝石が入っていることもあったといいます。台湾スイーツで人気のパイナップルケーキとは、100年以上の歴史を誇る伝統菓子で、口に入れた瞬間、ほろほろっと崩れる甘さ、控えめのクッキー生地、中には甘酸っぱいパイナップルのジャムが入っていて、台湾名産のウーロン茶との相性は抜群なんです。生のパイナップルのままだと国外持ち出し禁止、空港で没収されてしまいます。このためお菓子として加工されたパイナップルケーキをお土産にするのが流行りました。そして今の地位を確立したんです。ケーキに使う生クリーム、植物性と動物性ではどういうメリットとどういうデメリットがあるのか。動物性の生クリームはとにかく濃厚でリッ
チな味が特徴です。いかにも乳脂肪ですという全力投球をしているような濃い味わいなんです。濃厚好きにはたまりませんが、この乳臭さが乳製品嫌いにはデメリットとなっています。また、泡立てた時に硬いホイップが立ちにくく、絞り出し袋できれいな装飾をするのが難しいんです。気合を入れすぎると分離してボソボソした舌触りになってしまうんです。対する植物性の生クリームは濃厚な乳臭さがない代わり、さっぱりしていて食べやすいのが特徴です。反面、コクや旨味には欠けるので物足りない人もいるかもしれません。また動物性より価格が安く保存期間が長いというメリットもあります。最大の特徴は硬いホイップクリーム状に泡立つことなんです。しっかりしたクリームはへたりにくいんです。パンケーキの上に鬼盛りすることが可能なため、インスタ映えするのはこちらのクリームなんです。しかも素人が作っても簡単に扱いやすいのがすごいメリットですね。ダークチョコレートを食べる人は若くいられる。カカオ 70% 以上のダークチョコレート。1日たった 25g 食べればシワ予防に効果的なんです。カカオフラボノイドの効果で肌の弾力が 3% から 9% アップします。シワが 1% から 6% 改善いたします。紫外線に対する抵抗力もアップします。日焼けに対しても強くなってしまいます。消毒液は傷の治りを遅くするのか。傷口を清潔に保つときなどに消毒液を使いますが、傷を治すには逆効果と考えられております。消毒液は傷口の細菌だけでなく、細菌の侵入を防ぐ細胞まで殺してしまうんです。そのため、下手をすれば傷の治りが遅くなってしまうこともあるんです。感染がないと判断できる場合は、基本的には消毒液は不要なんです。日本の水道水は清潔なので、まずは傷口を水で洗い流すのが効果的なんです。臭さは草屋の6倍以上。世界一臭いシュールストレミング。日本における臭い食べ物の代表格といえば草屋です。草屋職人は鼻毛がすぐに伸びちゃいます。世界にはそれを大きく上回る匂いの食べ物が存在いたします。中でも文句なしで世界一臭いと称されるのが北欧スウェーデンの缶詰シュールストレミングなんです。このシュールストレミングはニシンを塩漬けにして発酵させた保存食です。缶の蓋を開けた瞬間、納豆の約18倍、焼きたての草屋の6倍以上という強烈な匂いが漂います。室内で開缶すると数日間は匂いが残るため、必ず屋外の人気がない場所でビニール袋などをかぶせてから開缶をする必要があります。もし缶詰の内容物が
衣服に跳ねた場合は、その異臭を完全に取り除くことは不可能だと思います。インターネットで購入してこの缶を開ける際はご注意ください。もしかしたらテロリストに勘違いされるかもしれません。異臭騒ぎであなたはパトカーに取り囲まれてしまいます。最後まで聞いてくれてどうもありがとう。いい薬です。バイバイ。おやすみなさい。いい夢見てちょんまげー。